ジェトロというのは日本の貿易投資を振興する政府系の機関でして、時代があるいはその国の形として常にどんどん外に出ていかなきゃいけない、あるいは外から入ってきてもらわなきゃいけないというその海外とのインタラクションっていうんですかね、交流なりビジネス交流が拡大することこそあれ減少はしないという、そういうこの国の宿命みたいなところが、実はそのファーストキャリアジェトロに入ってセカンドでコンサル行くとか、あるいは民間のシンクタンク行くとかっていうのはすごく増えてるんですよね。でそれは私はオールドエイジからすると、オールドジェネレーションからすると残念だなと思うのは、常に自己成長しているという実感が38年に結びついたと思っていますから、そこでやめるのもったいないよというのが本音なんですよね。いや今思えば本当に楽しかったなと思うのが、例えばカンヌで業界的な人たちと、あるいはクリエイターの人たちと一緒に仕事ができる機会なんていうのはなかなか。大学を卒業しまして、今の日本貿易振興機構ジェトロという組織に新卒で入りました。でジェトロというのは日本の貿易投資を振興する政府系の機関でして、56カ国75事務所かな、そこに入ってからですね、若い頃に2回6年半ドイツに駐在をしまして、それからその後2000年前後にアメリカニューヨーク、これ3年半ですね。それから最後がシンガポール、これ2010年からですけども3年間シンガポールに駐在をしていました。その後にジェトロを辞めて3年間キルギスという中央アジアの小さな国の特命全権大使というのをやっておりました。合計すると13年という意味では、3分の1強ぐらいが海外だったということです。でその後の3年はまるまるそのキルギスというところですね。学生時代は必ずしも意識高い系の学生生活を送ったわけではなくて、今もよくなんでジェトロを選ばれたんですかという、今になってよく聞かれるんですけども、というのが我々の世代はジェトロってそんなに有名な組織でもなかったですし、一番大きな要因は2年上の先輩がジェトロに入ってまして、仲のいいサークルの先輩だったんですけども、彼見てるとすごい楽しそうに仕事やってるなっていうのが一番大きかったんです。それからもう一つ、これはすごく消去法的な話で言うとですね、なんか一生同じものを作って売ってるというのはどうかなとか、もっと言うとすごく秋っぽかったんでですね、目の前のことがコロコロ変わるような仕事の方がいいなと思っていました。JICA は非常にミッションが崇高というか、発展途上国の支援だというようなところで明確な方向性があってという意味ではジェトロよりも有名でしたでしょう。でたださっきも言いましたように、私その発展途上国の経済発展に貢献したいという意図も、それもちょっとどうかな、タイプ違うかなと思っていましたし、何よりもっといろんなところを見てみたいというところで、途上国だけというふうに絞れなかったっていうところです。ちなみに今の人たちに言わせると、一生とかっていうのを就職の時に考えるんですかって言うでしょうけど、当時はまだ終身雇用みたいな話が一般的でしたので、勤め上げるにはどこというようなことは一応考えたわけです。ただ入って実はいつ辞めるかなとか、俺は何ができるかなっていうのを常に考えながら仕事やったんですけれども、結果として最後までずるずるいっちゃったというところであります。でそれは面白かったし、もっとかっこよく言うと常に自己成長できてるなという実感があったというところだったと思います。先ほど2年上の先輩見ててということで、そこは一番、意外だったんですけども、すごく面白い人が多くてユニークな人が多くて、それから必ずしも勉強できる人の集合体っていうイメージは入る前から持ってなく、入ってからもそうでしたし、
政府系にしては言ってみればその奔放な人が多い組織で、そこが一つ私が38年間もう長く続いた要因だったとも言えますね。いや結果としてすごく人気あるんです今。ものすごく人気があって我々の時代とは比べ物にならないぐらい入るの大変になっちゃってるんですよね。商社さんは実際に物を輸出したり輸入したりあるいは投資をしたりというところで、儲けなきゃいけないっていう最大ミッションがあるがゆえにそこから漏れていくようなビジネスって当然あると思うんですけども、一方で日本がこれだけそのグローバル化の波の中にいて中小企業も日本のマーケットだけじゃ生きていけないよというところではやっぱりどんどんそのジェトロがやらなきゃいけないあるいはサポートしなきゃいけないフィールドなりあるいは人なり企業なりっていうのが増えたんだと思うんですよね。でそこはある意味時流に乗ったとか乗らさせていただいたというのが私のこれまでだったのかもしれないです。予算的には私が入った当時の頃に比べたら圧倒的に大きくなってますし人員はそんなに膨らんではないんですけれども仕事の幅も広がっていると思います。で一方で若い人たちがじゃあもう叩いて満足度だけを調べるとそれは80、90、100ですよとは言い切れない部分も当然あります。今これだけ転職が多くなっていてで実はそのファーストキャリアジェトロに入ってセカンドでコンサル行くとかあるいは民間のシンクタンク行くとかっていうのがすごく増えてるんですよね。でそれは私はオールドエイジからするとオールドジェネレーションからすると残念だなと思うのは常に自己成長しているという実感が38年に結びついたと思っていますからそこでやめるのもったいないよというのが本音なんですよね。長くいれば長くいるだけ面白い部分があるというか見つけられる自分でそれを探しに行けるっていうそういう可能性のある職場だと思ってますから今いる人たちが 100% 満足しきってるかって必ずしもそうでないかもしれないっていうところですね。それはどこの組織もそうなのかもしれないですけどそれは2つあって1つはやっぱりネットワーク持ってるっていうことなんですよね。先ほど言いましたように世界中に事務所がありどこに行っても何か助けられる、ハードがあるというところそれからそこに、特に最近は優秀な人たちが集まってきていてというそこをハードをうまく回すそのソフトがあるということそれからもう一方ではやはりご指摘にあったようにその時代があるいはその国の形として常にどんどん外に出ていかなきゃいけないあるいは外から入ってきてもらわなきゃいけないっていうその海外とのインタラクションっていいますかね交流なりビジネス交流が拡大することこそあれ減少はしないというそういうこの国の宿命みたいなところがミッションとなってそれが仕事となって拡大してるというそういうことだと思いますね。日本国の機関ですから日本国の中から出てくるニーズですねこういうことが必要だろうそれは政府であったりあるいは役所であったりそれからジェトロが提案することであったり民間企業が求めるものであったりあるいは地方自治体がやってほしいと思うことであったりっていうそういう国内の声というかニーズがやはりベースにはなっています。我々は別に大企業は相手にしませんとは言いませんし、一応その哲学としては中小企業の支援自分たちでできないからというところがベースにはなっていますけれどもアナさんの話について言えばやっぱりマーケット現地のマーケットはやっぱり我々よく知ってるという意味で一緒になってやりましょうというようなことになるわけですね。実は私がその担当課長をやってた2006年7年というのが一つクールジャパン的なものを海外に出していくぞというブームっていうと失礼ですけれども非常にその国内が盛り上がってたタイミングで結果として経済産業省も予算をジェトロにつけたんですね。今クールジャパン機構ってありますけれどもそれができる前のタイミングの話で
で私はたまたまですけれどもその時に、いわゆるそのクールジャパ的なものコンテンツですとかファッションですとかデザインですとかあるいはデザインに関係するその地場の地域の産品だとかというものをどうやって輸出するか輸出のプロモーションをお手伝いするっていうそういう担当にいたんで個人的にすごく面白い仕事をさせてもらいましたよね。いや今思えば本当に楽しかったなと思うのが例えばカンヌで映画のプロモーションというとですねカンヌですとかベルリンですとかあるいは、サンタモニカですとかっていう映画のマーケットに行って日本のその出展したいっていうようなあるいは売りたいっていうような人たちの作品のトレーラーを持って、ブース作ったりそういう意味でカンヌでは音楽のプロモーションも別のイベントでやったりというようなところで行ってましたし業界的な人たちと、あるいはクリエイターの人たちと一緒に仕事ができる機会なんていうのはなかなか世の中ないですからそれはすごく楽しかったですしそこで DA さんとのお付き合いもできたっていうことですよね。例えばカンヌで河瀬直美さんが第2作目を1作目で賞を取られて2作目出されたんですが「もがりの森」っていうその時に河瀬さんも来られてでずっと一緒になって動いてたんですけどもカンヌで賞を取るというその取り方っていうのを河瀬さんってすごいよく勉強してるなとある種マーケティングですよね。で普通の日本映画ではなくていかにもフランス人が見ると日本的だって思わせるようなシーンだとかそれをフランスのプロデューサーと一緒になって作って作品化してるってこの人すごいなって思ったんですけどもそこはなるほどなと思いましたよね。日本の映画祭がありますよ東京映画祭でそれで、出展作品とそれから賞を決めるという時にイタリア人のいわゆるその審査員が何本も見てるみたいな話をしてる時にこれどう思うみたいなことが聞かれて日本人の目からするとこんな感じよというところは言ったりもしてましたけれどもね。知らないことを、一つ一つなんかちょっと知った気になっていくというのが自己実現のピースみたいな感じですよね。でそれで一通りやってみたら俺ってなんか随分賢くなったんじゃないと勝手に自己満足すること自体悪くないと思いますけどもね。いやただねじゃあいつもそんなね楽しいことだその楽しい、プロモーションは2年間で別のとこ行かされましたし多分あまりにも喜んでそうな感じがしたんでしょう。あんなやつの一人ではしゃぎやがってみたいになったのかもしれませんけれどもすごい反対したんですけどねその時には。とにかくもうちょっとやらせてくれと。なぜならばこの業界の人たちってやっぱりせっかく仲良くなりせっかく顔が知れ渡るようになってこっからだぞということを随分言ってたんですけれどもダメでしたね。そうじゃないとね嫌じゃないですかネガティブに考えてもだって同じことをやるわけであとはそれなりにずっとスポーツやってきたキャリアの中で人生の中でしんどいですよねトレーニング。だって例えば筋トレとかねやってるのはもう本当にアホじゃないかと思うぐらいしんどい時ありますけれどもでそれやんないとやっぱり筋力がつかなければ体力もつかないという意味では長期の目標を定めて俺はこれに向かって頑張るんだって言ってるとなかなかしんどい部分があるから、目の前の一つのことをクリアしていくことの積み重ねが実は大きな道を開けてくれるのかなと自分自身はずっとそう考えてましたからそうすると今目の前にあること自体そんなにねしんどいとか苦しいとか思ってたらもう続かないなというところですよね。私はこう見えてとあえて言いますけども関西人なんですよね。で関西で例えば小学校でモテるやつの第一カテゴリーは東京だったら多分かっこいいやつだとか賢いやつだとか運動できるやつで大阪はやっぱりおもろいやつがナンバーワンなんですよね。
だから相手をいかにエンターテインさせるかというところの感性というのは、それなりに地元で磨かれてきたと思いますし、あるいはそういう人を周りで見てきましたから、だからやっぱりコミュニケーションで相手を楽しませるということの重要性って結局それがその後の関係になるであろうという意味では割と喋るのも苦になりませんし、それこそお酒飲むの大好きみたいな感じですよね。